本日はお風呂のリフォーム総集編です。割れてお湯が漏れてしまうお風呂を禁断の DIY、新しく作り直していきます。かかった料金は動画の最後で公開しますが、お値段なんと8万円。こんにちは、空き家再生の一人です。本日はお風呂が割れてしまったので交換するついでに浴室を大きくして、さらについでに脱衣所も作ってみた総集編をお届けしたいと思います。気合があれば一人でできるということで、一人でできるまま何でも一人で DIY してしまうというコンセプトとなっております。さあ本日はいよいよこの物件のメインステージ、お風呂作りでございます。こちらはビフォーの状態の動画ですが、浴槽が割れてしまってこのままではお湯が張れませんね。またこのお風呂は階段の下にあったり天井が低かったりで、ユニットバスを入れるのも難しそうなんですね。というわけでこちらを撤去して浴槽を入れ直し、新しく浴室を作っていく工事をお届けしたいと思います。早速ですが、あの手この手で浴室を破壊し、無事浴槽を取り出すことに成功しました。解体作業は楽しくて一瞬で終わってしまいました。物を壊すのはなぜこんなにも楽しいんでしょうか。せっかくなのでお風呂を大きくしたい。だが予算がない。というわけで、Yahoo オークションで展示品未使用のお風呂を購入しました。お値段はなんと25,000円でございます。安い。余談ですが、こちらはお風呂を売っていただいた業者さんの倉庫です。またお世話になりそうです。こんな感じでヤフオクにはモデルルームやホームセンターなどで展示されたユニットバスが安く売ってるんですね。しかも今回はユニットバスの下部分、ちょうど私が欲しいところだけ売りに出ていたのでラッキーでしたね。 DIY の女神が微笑みました。というわけで、安く仕入れたお風呂を設置するために排水管を加工していきます。こちらはもともと台所だった場所の配管ですね。この物件はもともとキッチンの真横にお風呂があったんですね。令和の暮らしに脱衣所は必須ということで、今回の工事では狭かったお風呂を広げつつ脱衣所を作って洗面化粧台を置きたいんですね。なので排水管をここで分岐させようと思います。今加工している排水管、こちらは VU 管という塩ビ管ですが、こちらが洗面化粧台に接続する排水管ですね。排水管を取り付けるときは勾配がないと排水がうまく流れないので要注意ですね。勾配は 2% が推奨されているようです。100センチおきに2センチ勾配があるっていう感じですね。というわけで無事洗面化粧台の排水管が延長できました。続いては浴槽側なんですが、今回はお風呂を大きくするので、このお風呂の基礎を広げないといけませんね。まずはいらない根太を切断して基礎を拡張しようと思います。この縦方向の木材を根太、その下に見える横方向の土台を大引きというんですが、根太と大引きが太い釘で止まっているので、釘を外さないと根太が外れませんね。鉄の釘は錆びてしまっていると抜くのが大変ですね。釘が抜けたので根太を外していきますが、こちらをご覧ください。やばいですね。これがシロアリ被害。もうふわふわのスポンジ状態。キッチンの床が抜けなくてよかったですね。お風呂を拡張するために根太を切断しましたが、少し宙ぶらりんになっているので、古材を利用して地面で支える塚を追加しておきました。床の加工が終わったので、次はお風呂場の土台を作っていこうと思います。まずは土台を広げるためにブロックを並べていきたいんですが、コンクリートを打つ前にブロックを固定しておきたいので、モルタルを作っていきます。モルタルの混合比は砂が6、セメントが2、水が1ですが、私は目分量で行っていますね。ちなみに私は料理も目分量で行うタイプです。というわけでモルタルを作って、今動画に映っているブロックの位置で固定をしていきます。あの位置までお風呂が広がるんですね。ちょっとこれは合っているかわかんないんですが、過去にレンガ積みをした時にレンガを水で濡らしておくという準備があったので、ブロック塀も水に浸してモルタルと接続するようにしました。コンクリートは乾いた場所に打診すると
水を吸われて弱くなるっていうのをなんとなく聞いたことがあるんですね。ちょっと合ってるかわからないので、知見のある方はコメントで教えてください。こんな塩梅でブロックをどんどん広げていきます。まあね、寸法とかも結構適当で、ブロックの固定も最低限という感じで、強度的に大丈夫と思うかもしれませんが、コンクリートを留めておくためだけのブロックで、直接重量がかかる場所ではないので、これで大丈夫だと思います。この日はこの後違う作業をしてモルタルを乾燥させました。というわけで翌日ですね、出来上がったブロック塀に砂利を入れていきたいんですが、入れた砂利を転圧といってしっかり踏み固めたいんですね。というわけで砂利を踏み固める道具を作っていこうと思います。これから作る道具はですね、 YouTube で見かけたブロックと木材を使った転圧機なんですが、簡単にしかも安い材料で作れるのでとってもおすすめですね。人力転圧機激安くんの制作過程をご覧ください。出来上がりました。なかなか活かしたフォームですね。お風呂の土台を広げるために拡張部分に砂利を入れていきます。というか瓦礫ですね。こちらは浴槽を破壊した時に出たコンクリートからですね。使えるものは使いたい SDGs エコ DIY や一人でできるマンでございます。そう、それ水でこっちから来て、でそこから上がって、そこが最後、そこまで来とる。そこもともと台所だったもん。そうもうそこは埋めちゃいますけどね。この日はですね、いつもお世話になっているプロパンガス屋さんがいらっしゃいました。ガス工事のついでに給水配管と給湯配管を回してくれるというので、甘んじてお願いをしました。いつもいろいろサービスしてくれて本当に助かってるんですよね。さあ、というわけでガス屋さんが作業を終えてお帰りになったので、転圧を行っていきます。これはですね、持ち手がついているので、人力の割には結構しっかり砂利や土を踏み固められるナイスな道具ですね。ご視聴中の皆さんも、もし必要に迫られた場合は、この激安くんを作って踏み踏みしてみてください。ある種の快感を覚えると思います。というわけで転圧が終わったので、排水管をつなげていこうと思います。こちらは洗い場と浴槽につながる排水管ですね。配管を90度曲げるエルボーと塩ビ管、こちらは VU50 という規格の塩ビ管ですね。それぞれに接着剤を塗って圧着をしていきます。塩ビパイプ接着剤は塩ビパイプを溶かしながら接着していくという性質があるので、接着時はしっかりホールドしないといけないですね。水道屋さんに聞いたんですが、圧着する時間は水道の径を目安にするといいみたいです。今回は VU50 なので50秒ですね。しっかり50秒しっかり圧着しています。本当です。配管はこんな感じですね。穴が2つあるのは、左側はお風呂、右は洗い場につながるという予定です。砂や砂利が入らないように養生をしておきます。ちょっとマニアックな話なんですが、今回購入したお風呂には本来ついている土台がないんですね。なので在来浴室のように自力で基礎を作って、そこにこのお風呂を固定していかないといけないんですね。本来のユニットバスは鉄製の土台にお風呂を固定して、さらにその下に高さを調整できる足がついていて、水平を取ったりお風呂の高さを変えれるっていう仕組みになってるんですね。ということでパーツが足りないので、自力で水平を取ったりお風呂を固定していかないといけませんが、まあね、パーツが足りないせいで安くゲットできたとも言えるので、頑張っていきましょう。というわけでお風呂の足が来る位置を計測しておいて、そこにブロック塀を固定していきます。このブロック塀は水平にしないといけないので、こういう時に役立つのはやはりレーザー水平器ですね。今動画で見えている緑色のレーザーの線は水平になっているはずなので、床からの距離を測ればまっすぐになっているか傾いているかが分かりますね。というわけで、どんどん浴槽と洗い場が乗る土台を並べていきます。すべて高さが揃うようにレーザー水平器で一つ一つ測りながら作業をしていますね。次はコンクリートを打っていきます。今並べたブロック塀の上にお風呂をそのまま置いてもいいんですが、やはり強度的に少し不安なので、
ここは土間打ちを行うことにしました。というわけでコンクリートを作っていきます。無理でしょこれ。砂1袋を基準にしたかったんですが、溢れてしまいましたね。容器が悪かったですね。以前 YouTube のコメントでコンクリートを練るのが大変という動画に対して水を先に入れるといいですよというアドバイスをいただきましたので、その通りやってみましたが、確かにめちゃくちゃ楽なんですよね。手順はシンプルで、水、セメント、砂、砂利の順番に混ぜていくという方法です。というわけで土台の補強のため、どんどんとコンクリートを流し込んでいきます。今回コンクリートを敷いた面積は3平米ないぐらいなんですが、ギリギリ生コンを呼ぶには小さい、自分で練るには大変という面積ですね。もしこれ以上広い場所にコンクリートを打ちたい場合は、生コンを呼んだ方がいいかもしれませんね。こちらが数日経った様子ですね。コンクリートが硬化してお風呂の土台がしっかり固定されました。早速浴槽を置いてみたいんですが、先ほど言っていた本来の土台がはまるガイドが邪魔をしているので、こちらをカットしてしまいます。というわけでグラインダーで切断を行っていきます。浴槽は樹脂製なので簡単に切断が可能ですね。加工が終わったのがこちらです。この部分が先ほど設置したコンクリートブロックに乗る部分ですね。土台との接着はエポキシを使って行う予定なんですが、まだ配管を取り付けていないので、とりあえず仮置きしてみます。お風呂を軽々持っているように見えますが、実際お風呂はとっても軽いんですね。樹脂製だからですね。金属製は一人では持てないですね。とっても重いです。仮置きしてみた感じ、水平はうまく取れていそうですね。いやー、レーザー水平器のおかげですね。というわけで排水管を接続していきます。こちらも付属していなかったので DIY しました。90度エルボーや45度のエルボー、また変身ソケットを使って接続を行っていますね。ここは一応排水管とお風呂の間を変身エルボーを使って少し下げてトラップの役割になるように設置してみましたが、これがね、効果があるのかはよくわかりませんね。というわけで接続配管ができたので、排水管に接続をしていきます。塩ビ用の接着剤を塗ってしっかり圧着ですね。バッチリうまくいったので、次は洗い場ですね。洗い場を仮置きして、こちらも排水に接続していきます。こちらが洗い場の排水トラップですね。先ほどから使っている VU50 が接続できるようになっていますね。ここで失敗が発覚しました。先ほどお風呂の下に作った排水の穴は2つあって、片方はお風呂、片方は洗い場につながる予定でしたが、ちょうどこの洗い場のトラップの位置にあの穴が来ていて、どうしてもつなげないんですよね。なので、洗い場の配管はここから伸ばしていって、先ほど作った洗面化粧台の排水管に接続しようと思います。排水トラップはこんな仕組みになってるんですね。一番上が蓋でネジ式になっています。
間にパッキンがあって挟み込んで固定してあるっていう感じですね。こんな感じで洗い場の排水管はお風呂の外に出して洗面化粧台の排水管と接続を行いました。というわけで配管の位置が決まったので、いよいよ接着を行っていきます。お風呂を固定するのに使う接着剤はこちらです。エポキシですね。こちらはコンクリート用のエポキシで以前使って余ったものですね。一応測るふりをしていますが、私は慣れていますし、今まで測って使ってきた余りなので目分量で混ぜていきます。硬化不良の原因になるので、本来はきっちり測るようにした方がいいですね。硬化剤と合わせたエポキシを使ってお風呂を固定していきます。接着剤によるんですが、エポキシはすぐに硬化が始まってしまうものもあるので、あらかじめ接着する準備を整えてから行った方がいいですね。今回私が使っているものはだいたい30分ぐらいで硬くなってくるので、ちんたらしてると固まってしまいます。慌てず急げです。先ほど排水管と接続した洗い場の排水トラップのネジをしっかり締めて、これでユニットバスの下部分が基礎に固定されましたね。さて、エポキシがしっかり硬化して、無事お風呂はしっかり基礎に固定されました。続いては浴室の壁工事なんですが、本来ユニットバスは柱がついていて、そこにパネルをはめ込むだけっていうとっても便利な構造になっているんですが、今回購入した25,000円のお風呂にはもちろん壁はついていないので、ここも自作を行っていこうと思います。ですが、その前にこちら、脱衣所、洗面所ですね。こちらの床が張ってないと作業がやりづらいので、まずはここに床を張っていきます。洗面所はすでに排水管と給水の架橋ポリが来ているので、取り付ける予定の洗面化粧台の図面を見ながら、あらかじめ穴を開けて配管を出しておこうと思います。あとはビス打ちをしっかり行えば、これで洗面所の床張りは完了ですね。床ができて作業がしやすくなったので、お風呂の壁とお風呂のドアの枠を作っていこうと思います。お風呂の壁を作るということで専門的っぽいというか、イメージが湧きづらいかもしれませんが、意外と普通のお部屋の壁を作るのと同じなんですね。ただ、普通の石膏ボードは耐水性がないので、後ほどご紹介しますが、防水石膏ボードという水に強い石膏ボードを使って壁を作っていく予定です。というわけで、石膏ボードを貼るための木枠をどんどん組み立てていきます。間柱の間隔はだいたい45センチなんですが、石膏ボードの幅は91センチなので、継ぎ目に柱が来るように壁から91センチの箇所に柱を入れておきたいですね。というわけで枠が完成したので、早速石膏ボードを貼っていこうと思います。おっと、ですがこちらを忘れていましたね。こちらはもともとこのお風呂についていた照明なんですが、場所が変なところにありますし、
また蛍光灯むき出しという結構ね、お風呂場につけておくには危ない構造だったので、とりあえず取り外して、ついでに電気配線の位置を変更しておきました。後ほど新しい照明を取り付ける予定です。さあ、というわけで早速石膏ボードを貼っていきましょう。ということでこちら、燃えない建材、吉野石膏、タイガー、防水ボード。この防水石膏ボードは水に強いので、キッチンや洗面所にもいいみたいですね。この上にタイルを貼っていくことも可能みたいです。お値段はもちろん普通の石膏ボードよりは高く、倍はいきませんが、1枚1200円ぐらいしますね。ここはもともとボードを切らないで済むように間柱を取り付けていたんですが、残念、壁が歪んでいたので、防水ボードが柱から飛び出してしまっています。チーン。とりあえず固定して柱の中心でカットを行いました。こんな感じで DIY に失敗はつきものですね。失敗は天気が悪くなった、雨が降ってきたぐらいに割り切るようにして気持ちを切り替えてリカバーしたいですね。とはいえ、どうしても嫌になったらすぐ帰宅してビールを飲む、そんな日もありですよね。この部分も壁をフラットにするために防水ボードを貼りました。ですが下が木材ではないので、穴を開けてエビプラグ、コンクリートプラグですね、を打ち込んで両面テープとシリコンで接着しつつビス止めを行いました。浴室のドアを取り付けるために洗面所に石膏ボードを貼りたかったので、浴室の施工を中断して洗面所の壁作りを行っていきます。これはですね、大工さんに怒られそうですが、はめ殺し作戦。もともとついていたサッシを柱代わりにして、それを固定し、そこに石膏ボードを貼っていくという禁断の DIY ですね。もちろんきちんと間柱を立てて壁を張った方がいいんですが、使えるものは使いたい。SDGs、エコ DIY や一人でできるマンなので、ご勘弁。しかもですね、今動画に柱が2本映っていますが、これはもともと和室から取り外した敷居ですね。どこまでケチなんですかね。ケチを極めることで氷回りが実現できるということにしておきましょう。まあね、ですが一応言い訳もあって、古材は十分乾燥したり水を吸ったりしてこれ以上反りづらいんですよね。ちなみにホームセンターで売ってる木は結構後から反ってきたりしますね。言い訳終わり。というわけで古材とはめ殺したサッシに石膏ボードを取り付けていきます。もう結構夜も更けていますが、霧のいいとこまでやりたくなっちゃうんですよね。というわけでこちらが翌日です。石膏ボードが施工されて、なんだか洗面所っぽくなりましたね。はめ殺したサッシがすりガラスだったので、石膏ボードをくり抜いて窓にしてみました。誰かがお風呂に入っていると明かりですぐわかるので、これで家族のトラブルが予防できるはずです。無事洗面所の壁ができてイメージができたので、お風呂のドアを取り付けていきます。お風呂のドアを取り付けというか交換するのは初めてだったのですが、気合があれば一人でできるということで、水が入らないようにコーキングをしっかり打ってからビス止めを行いました。本来はですね、白いビスが付属しているはずなんですが、なかったので逆に黒のビスを打っておきました。モノトーンでおしゃれということにしてください。というわけで無事に枠が取り付いたので、早速折り戸を取り付けてみます。無事スムーズに開閉もできますし、鍵もしっかりかかりますね。まあ水平を取って施工してあるので大丈夫なはずなんですが、初めて施工を行うことはドキドキしますよね。ドアに取り付ける取っ手とビスは付属していたので、取り付けを行いました。さあ、お風呂の施工も終盤戦。お次はこちら、パネル工法ですね。アルミ複合板です。私の得意な工事ですね。このタイミングでまた新しい工具を買ってしまいました。こちらはレーザー距離計ですね。これめちゃくちゃ便利なんですよね。普段寸法を測るときはメジャーを使っていましたが、このレーザー距離計を使えばなんということでしょう。一瞬で寸法がわかるんですね。超便利。超便利なレーザー水平器で測った寸法をもとに、こちらのアルミ複合板をカットしていきます。今回の物件から丸のこと集塵機を接続しているんですが、この集塵ホースは洗濯機用のもので、たまたま寸法があって取り付けてるんですが、パネルに引っかかってやりづらいですね。
皆さんは専用のものを使うようにしてくださいね。いつもはアルミ複合板をカットするときは2群の丸ノコでカットしているんですが、今回の物件の木工事はもう終わったので、この1群の丸ノコでカットを行っていきます。この1群の丸ノコの刃の切れ味が落ちてきたので、アルミ用に合格っていう感じですね。アルミをカットすると切れ味が悪くなってしまうんですね。加工が終わったのでパネルを裏返して、両面テープとシリコンシーラントを塗って浴室に貼っていきます。まずは天井からですね。以前お風呂のリフォーム動画のコメントで、両面テープは何を使えばいいですかというご質問がありました。両面テープはあくまで初期接着といって、このシリコンシーラントが乾くまでの接着を受けようだけなので、何でもいいんじゃないかなと思いますが、私はパネル用テープというものを使うようにしていますね。防水テープが余っていたら使ったりすることもありますし、結構適当ですね。というわけで、両面テープとシリコンシーラントを配り終わったので、アルミ複合板を貼り付けていきます。まずは天井からですね。この両面テープはかなり強力で、一度貼るとなかなか剥がれなくなってしまうので、ずれないように慎重に貼り付ける必要がありますね。パネルを貼るときは、両面テープがしっかりくっつくように、まずは叩いて浮いてる箇所をなくして、次にシリコンシーラントを潰すイメージで、しっかり圧着を行います。パネル貼りはこんな感じですね。あとはこの要領で浴室を採寸してパネルをカットしたら、両面テープとシリコンシーラントを塗って貼り付けを行うっていう作業を繰り返していきます。ちなみにこの浴室で使ったアルミ複合板は8枚ですね。私はもうこの作業を何度もやっていて慣れているので、パネルを1枚採寸をしてパネルをカットして貼り付けるという1回の作業がだいたい10分ぐらいで、窓やドアの上など細かい作業を入れてだいたい2時間ぐらいでパネル貼りができるんですが、今回のお風呂は階段があったり少し複雑な形状があったので、いつもより時間がかかっていますね。ということで疲れたのでちょっと休憩、コーヒーブレイクですね。最近残地物で新品の電気ポットを手に入れたので、ドリップバッグを持ち込んで入れたてのコーヒーを飲んでおります。休憩終了、作業再開ということでパネル貼りを再開します。こんな感じでボロ戸建ては壁が歪んでいることが結構あるので、歪みに合わせてパネルをカットする必要があることもありますね。バッチリでございます。さっきのような場所は意地になってぴったり合わせなくても後でコーキングを行いますので結構紛れちゃいますね。あまり悩まずスピード勝負でいきましょう。コーキングで思い出しましたが、アルミ複合板に貼ってある青いフィルムはこのままにしておきましょう。後で役に立ちます。さあ、こういう三角の場所は面倒ですね。上の辺と下の辺を測って斜めがまっすぐであると信じてカットを行います。おっと、運よく割と綺麗に収まりましたね。ラッキーです。こちらは階段の下ですが、階段の横に三角形が必要な場所があるので、このパネルから切り離した残りの三角形は時短のためにそのままもう片方の三角形に使おうと思います。アルミ複合板は結構高いので無駄なく使いたいですね。
大きい面のパネル張りが終わったので、カットして余ったアルミ複合板を使って窓の細かい造作を行っていきます。細かいカットをするときは丸ノコでもいいんですが、アルミ複合板はカッターでカットすることもできるので、細かいカットはカッターの方がいいかもしれないですね。さあ、というわけでパネル張りが終わったので、次はコーキング作業ですね。まずは平らな面のパネルとパネルの間にシリコンシーラントを充填していきます。コーキングがしっかり充填できたら、こちらをヘラで撫でてまっすぐにしていきます。今日はね、コーキング用のヘラを忘れてきていたので、プラベラでやってみますが、専用のものもありますね。いつも通りヘラですくい取ったコーキングを次の溝に入れていってますね。コスパ中恐るべし。最後にこのシートを剥がしていくと、このシートが養生の役割をしていて、コーキングがきれいに収まるんですね。というわけでこのシートは大切なので、コーキングが終わるまで残しておきましょう。平らな部分のコーキングが終わったので、次は入り墨のコーキングをしていきます。というわけでですね、前回も動画で少し試したんですが、ヘラで撫でないコーキングに懲りずにチャレンジをしてみようと思います。というわけでコーキングの先端を加工していきます。このやり方は X で見かけたんですが、ライターで炙って先端を楕円にすることと、先端の片方に三角形の切り込みを入れるのがミソみたいですね。果たしてうまくいくのでしょうか。いやー、やっぱり難しいです。ヘラで撫でてしまいたくなりますね。テイク2いきましょう。おっと、ちょっといい感じですね。これをマスターすると作業がめっちゃ早くなりそうなので、習得したいんですよね。ですが、やはり完璧にはいかず、ちょっと指で撫でるのはお約束ですね。というわけでコーキングが終わったので、最後はこのデスミ部分ですね。アルミ複合板の角は尖っていて危ないので、プラコーナーを取り付けていきます。この緑色の土台のようなものはマイターボックスといって、45度でカットができるガイドがついているっていう便利な工具ですね。マイターボックスを使ってカットしたプラコーナーはこんな感じで取り付けます。このプラコーナーをつけることで、アルミ複合板の危ない角を隠しつつ、パネルの中に水が入るのを防げるんですね。というわけで、プラコーナーも両面テープとコーキングを使って貼り付けていきます。浴室の入り口の石膏ボードもプラコーナーを使って収めました。仕上がりはこんな感じです。
なかなかいいですよね。お風呂完成と思いきや、これを忘れていましたね。照明です。こちらは楽天で購入しましたが、2000円ぐらいでしたね。注意点は、浴室の電気は配線をつながなければいけないので、電気工事士の資格が必要になりますね。私は電気工事士を取得しましたので、DIY で取り付けを行っていきます。今回この物件でコンセントを増設したり、屋外の給湯器に電気を取り付けたり、またトイレの照明、パントリーの照明、リビングのシーリングライトなど、たくさんの電気工事を行いましたが、DIY で電気工事ができるとめちゃくちゃ便利なので、DIYer の皆さん、電気工事士日誌をぜひ取得してください。とっても便利です。というわけで、施工説明書通り配線を取り付けてビスを2本打って固定を行ったら照明の取り付けが完了ですね。いやー、長かったですね。お疲れ様でした。これでこの物件のメインステージ、お風呂の作り直し工事が無事完了しました。というわけで、もう一度ビフォーの状態を見てみましょう。狭いお風呂、割れているお風呂、ドアもね、シャワーもね、いやー、ひどいお風呂ですよね。このままでは入居がつかないので、心機一転お風呂を入れ替えてこうなりました。いやー、綺麗。苦労して工事した甲斐がありましたね。これはもう新築ですね。というか実際新築ですよね。お風呂は新品ですし、洗い場も新品。シャワーも新品。これは本当の意味で新築でございます。かかった材料費はこんな感じですね。いや、安く上がりました。もしよかったらこれを参考に工事してみてください。本日も動画を最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。この動画良かった、面白かったという方は高評価をよろしくお願いします。また今後もこの古民家を再生していく様子をアップロードしていきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。